バアビバビバビバババンババンバンバアビバノノババンババンバンバアビバビバビバババンババンバはーいビバノノまっちゃんどうした藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がありまっちゃどうしたそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に映っておりますのがグレーのぐちゃん、白茶のゆりさん、白黒のくーたくん、茶トラのまさるくん、画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。抹茶は食べないからね。私が虐待疑われるからもう勘弁して。食べてっちゃう。今日も夕飯まるで食べずにそっくりそのまま残ってたからな。たっぷりカリカリがあるので、鰹節の量が全然足りないからっていうね、感じでおたまちゃんが出てまいりますな。はい、たまちゃん登場でございます。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、Justice って言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。Justice。はい。にゃんこたち、Justice ゆりたん、かわいこたんな。こっち見てくれてるのな。ありがとうな。ゆりたん、かわいいな。今日も塩入りの、お湯のはずだけど、左右。だな。お湯と左右の間って感じかな。ちょっと塩がドバッと入ってしまったので、ややしょっぱめだけれども。ね、塩入りのさゆでございますよ。アニタさん、ジャスティース。てんたまさん、今夜もジャスティース。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。たまちゃん、かわいいな。たまちゃんのさ、後頭部の柄がな、もうかわいい。後頭部の柄がかわいいな。たまちゃんな、三毛猫って感じだ
な。で、もう今日は昨日ね、丸いカゴを探す旅は諦めたので、他の方法で飾るしかないと思って、今日はレイアウトのところで悩んで、で、ようやくね、これでいっかっていうね、納得がいくかなっていう感じになったんで、じゃあ OK っていうのでね、作り途中の、あとは綿詰めて閉じれば完成するはずのね、ぬいぐるみたちの、仕上げを始めたんだけれども、なんか謎現象が起きててさ、今まで気づいてなかったんだけど、なんか謎現象が起きててさ、なんだこれと思って、もう全くなんかね、どうしていいのかわかんなくなって、なんかもう疲れちまってな。だからそのね、ぬいぐるみをさ、作り途中のやつ、仕上げたところで、もう一向に可愛いのが出来上がらないところに、もううんざりしちゃって、なんでなんだろうこれっていうのがさ、まあわかんなくて、ゆりたん来たのね。おねしょシートさ、今日は2枚とも洗ってな。で、天気悪かったから今日もね、まだ干してるんで、よろしく頼む。な、今日も寒かったよ。そう、今日寒くてさ、だからヒーターね、今日つけててって感じ。ほら、エアコンのリモコンが壊れて、それっきりまだ届いてないのでね、今日もエアコンはつけられないなっていうところで、でもその作業はしないといけないからなっていうところで、で、ヒーターをさ、あっちの部屋に持ってって、でやってたんだけど、まあ最初のうちは、意外と暖かくなるかなっていう感じだったんだよね、昼間のうちはね。ただまあ日が落ちて夜になってからはまあ寒くって、なんかそっからの部屋の冷えるスピードの方のが、部屋が温まるスピードよりも上回ってる感じでさ、もう全然寒くって、だからもうさ、ぬいぐるみ仕上げたところで可愛いのができないし、で、部屋は寒いし、なんか努力しても報われずみたいな状態が、もう嫌になっちゃってね、もう今日は嫌になっちゃいましたみたいなね。今日は出かけないで作業に専念するぞと思ってたのに、なんか思ったよりも特に生産性は上がらずっていうのかな。なんかちょっとね、報われない感じで、がっかりだったよっていうね。一日でございました。でそれがさ、何かっつうとさ、私がお出かけに連れてってるフニーターいるじゃんか。あれ適当にうちにある在庫の中から掴んで、で、連れてったのが、始まりというか、そんな感じなんだよね。なんかこの中のどれにしようかなとか、別に吟味したわけじゃなくて、ただ上にあったやつをパッと掴んで連れてったっていうだけなんだよね。選んでるわけじゃないんだよね。なんだけれども、なんか可愛らしいんだよね。なんか、あのフニータは可愛いんだよ。確かにあのフニータは可愛いんだよ。で、他の子比べるとさ、あのフニータに比べるとさ、なんだろう、ちょっと見劣りするっていうのかな。で、なんでなのかなってずっと思ってたわけよ。で、目がやっぱりね、黒い方のがいいのかなとか、なんか白っぽいボタンじゃなくて、黒いボタンにした方がいいのかなとかさ、あとはやっぱり目がなんか知んないけど、離れすぎてる気がすると思って。で、この前作ったのは、ちょっとね、目をね、内側に作ったんだよね。で、そのチビの方なんだけどさ、チビのぬいぐるみを、ちょっと目の位置を内側にして作ったんだけど、ただやっぱりそうするとね、今度はね、顔が変わっちゃって、あれ、ぐーちゃんお皿の上にふーちゃん、お皿の上に乗ってるのか。ごめんな、邪魔だったね。はい、どうぞ。食べるんかい？食べるらしいよ。そう、顔がやっぱりちょっと変わっちゃうって、なんだろうな、ちょっ
とずらしただけのはずなのにさ、やっぱりね、なんか近づきすぎちゃって、それはそれで可愛くないというか、元のが良かった気がするみたいな感じで。で、今度大きい普通のフニーターのサイズの時は、胸の位置を、もうちょいずらし気味っていうのかな。まあ、やや内側にはするんだけれども、そのチビを作った時ほど内側にはしないで、なんかちょっと微妙に調節してね、で、ボタンも黒いボタンにして、で、作ってみたんだよ。で、これで可愛くなるだろうと思って期待してたんだけどさ、なんかやっぱり違うわけよね。で、これなんでだろうと思って、なんか縦に細長い気がするって思ったんだよね。で、時々なんだか知んないけど、やっぱり細長いのができる時あるわけよ。で、なんでだと思って、型紙と合わせると明らかに細長いわけよ。だから、あ、これダメだなと思って、ボツにするのが時々いるんだけどさ、なんか今日出来上がったものが細長くて、で、おかしいなと思って。んで、型紙と合わせると、ちゃんと型紙通りなんで。型紙通りのはずなのに、いつも私が持ってるあの白いフニータと比べると、明らかにやっぱり細長いわけよね。だからなんでだろうっていうのがわかんなくて、あ、これ細長いから可愛くないのかと思ってさ、で、今うちにある他のフニータも全部合わせてみたんだけど、全部っていうか、ま、大体ね、合わせてみたんだけどさ、今日出来上がったやつと同じ大きさなわけよ。だからやっぱり型紙同じ型紙作ってるから同じものが出来上がるから、合ってはいるんだよね。合ってはいるんだけど、私が持ってるフニータもこの型紙で作ってるはずだから、なんでなんでなんだろうっていうのがもうわかんなくて、改良のしようがないよなと思って、型紙合ってるからと思って。でも私が使ってるフニータと合わせると大きさが明らかに違うわけね。と思って。で、私が持ってるフニータはもうお出かけでね、しょっちゅう汚れるんで、もう何度も洗濯してるわけよね。だから何度も洗濯してるせいで、まあ、縮んで丈がね、寸詰まりになってるっていうことであれば、まあわかるけど、ただまあ縮むとしたらさ、丈だけじゃなくてさ、幅もちっちゃくなってもいいと思うんだけど、なんか幅はそのまんまなんだよね。だからまあ生地って縦横あるから、なんだろう、洗うと縦が縮むっていうことかなって思えば、まあね、丈だけが寸詰まりになるっていう理屈はわかるんだけど、ただその目のボタンの位置もさ、その今私が使ってるフニータを型紙と合わせると、やっぱりね、型紙通りなんで。で、他のフニータもその型紙の位置でボタンつけてるはずなのにさ、全部違うんだよね。で、私が使ってるフニータと他のフニータとそれ目の位置をこう合わせると、やっぱりね、他の作ったやつの方のが、目の位置がちょっとね、離れてんだよね。もう、とかって思って。でも型紙と合わせるとさ、合ってんだよ。だからフニータ同士で合わせるとずれてんだけど、型紙と合わせるとどっちも合ってんだよね。もうこれわかんない。謎現象が起きていると思って、どうしようかなと思って。ただまあ、そのフニャータはいいわけよ。フニャータと、あとちびっ子たちはまあね、可愛いからいいかなっていう感じなんだけど、とにかくフニータね、主役のフニータが、なんかいくらどう頑張っても可愛くならなくて、これ参ったらどうしようかなと思って。だからまあちょっとね、これだったらまあいいかなっていう子は、まあね、新作連れてって、で、あとはちょっとね、保留にしようかな。まあどうせ全部は持っていけないしね、たくさんありすぎてさっていうところがあって、ね、どの子連れてくみたいな状況になってるからさ、もうそうすっかなと思って。
フニータちょっと減らし目でいこうかな、みたいなね。ちょっと、フニャータと、あとはちびっこで勝負しようかな、みたいなね、感じで今いるんだけどさ、ね。で、だから、フニータばっかりをさ、作ったわけ。あと仕上げるだけのやつって、フニータの数が少ないなと思ったからさ、他のに比べると。でフニータちょっと作り足そうと思って、フニータばっかり作ったんだけど、それ全部仕上げたところでさ、なんかいくら頑張っても可愛くならないのかと思ったらさ、なんかもうさ、寒いし、なんかね、やったところで可愛くならないしっていうのが、なんかもうね、やる気なくなっちゃってね、これどうしようと思って、なんか全然仕上げる気にならなくてね、もうどうしようかな、みたいな。でも明日前日だからね、明日はどうやって荷物組むかっていうのにね、また頭を働かさなきゃならないから、時間を割かなきゃならなくてね。明日はもうちょっとフニータ作りをやってる時間ないかなっていう感じなんでさ。まあ今あるやつで勝負するっていう感じなんだけど、まあどうしてこんなことになっちゃったのかと。今後どうしようと思って。で、来週ね、フニータ作りのね、予約が入ってんだよ。フニータ今こんな状態でさ、どうしようかなっていうのでさ、今ちょっとね、悩み事が一個増えてるって感じね。ねえ、てんたまさん、そういう状況の方が、かえって本番成功するんですよ。ああ、そうかね。それだといいんだけどな。ねえ、てんたまさん、今回、ふにゃた、よくできてますよね。ああ、ありがとうございますね。ふにゃたはまあいいんだよ。ふにゃたは別にいいんだよね。ふにゃたがとにかくなんでか知んないけど、細長くできてきちゃうわけよ。で、そういえば今までも過去にあったなと思ってさ、前にね、企業塾に通ってた時があって、まあそこはみんな辞めちゃった連中なんだけどさ、気が合った人と、時々遊んでたわけよね。で、そういう人たちに協力してもらって、フニーターをね、あげるんで、で、お出かけするとき連れてってね、で、写真撮って、まあ、できればインスタに上げてもらえるとありがたいんだけど、協力してもらえないかっていうことで、まあ、やってもらうのにさ、フニータを、あげた時があったんだけど、その時に、フニータでかいなって言われて、なんか思ってたよりでかかったらしいんだよね。いや、そうかと思って。でもなんか自分もその渡したフニータを見ると、なんかでかい気がするって確かに思ったわけよね。で、その時に使ってたフニータと比べると、やっぱり渡したフニータがね、でかいわけよね。で、あれ、なんかでかいね、なんていうふうに言って、でもまあ特にそれだけでそれだけで、渡したでかいフニータで協力してっていうふうに言って、渡したんだけどね。まあ、だからといって、協力してもらえたことは今まで一度もないんだけどさ、一度もないんだけどね。まあ、やっぱりでかいから、ちょっとね、扱いづらかったのかもしれないんだけど、なんかみんなそうだったわけよね。2人ぐらいに、2、3人ぐらいね、まあ3人つっても、あとはまあそうやってインスタやってない人にね、あげるんで何かに使ってくださいみたいな感じで渡した人は何人かいるんだけど、インスタにあげてほしいんだけど、つって協力したのは2人ぐらいいるんだけど、が2人ともでかかったんだよね。いや、確かにでかいなとかって思って。で、撮ってもらった写真比べるとやっぱりフニータがでかく見えるんだよね。で、これなんでかなその時もなんでかなっていうふうに思ったんだけど、まあ、たまたまその渡したやつが、大きい、ほら、伸びる生地があるからね。伸びる生地だったのかな、それで作ってでかくなったやつをたまたま渡したのかなぐらいに思ってたんだけど、いや、今日改めてちょっと全部比べてみたらさ、おかしいな。なんでだろうと思って。でも型紙と合わせるとちゃんと型紙通りなんだよね。で、今使ってるフニーターがなんか知んないけど丈が短いみたいな感じなんで。
なんでだろうと思って。でもこのフニータもこの型紙で作ったはずだから、おかしいなっていうのがね、まあ、謎すぎてさ、今後フニータどうしようっていうところが、ちょっと悩みどころね。で、あとは今日朝ね、朝そうだからそのさ、丸い箱がないから、フニータフニャータをさ、可愛らしく並べられないな、どうしようかなっていうところだったんだけど、とちおとめのさ、いちごの入った箱があって、それをさ、あっちにポイってして、放置してあったわけよね。で、それにふと今日目がいって、それがさ、四角い箱なんだけど、四隅がさ、こう、なんだろうな、なんか、こう、なんだろうな、丸く内側になるようになってるっていうの。だから内側が、こう、角っちょのところが丸くこうなってる感じで、で、角っちょが、なんだ、ないっていうのかな。取られてる状態の形だから、あれこれ、いけんじゃん。これいいんじゃないのと思って。その箱にちょっとちびふにーた、ふにゃーたが、ちびふにゃーたがあったんで、それをさ、入れてみたわけよ。そしたらさ、まあ、かわいいこと。まあ、ちょうどかわいいことな。あれと思って。で、その箱がさ、ちょうどかわいいデザインだったんで、いちごの絵が描いてあって、一粒の大きいいちごと、あと苗のね、いちごの絵と描いてあって、で、とちおとめって書いてあって、で、白い箱でさ、で、ね、箱に入った猫みたいな感じで、ふにゃったがね、入ってて、まあ、かわいいのよ。これいいね、これ使えるぞっていうのでさ。で、うちにはその箱1個しかないから。で、まあ、父親が送ってくれたいちごなんでね、まあ、ダメ元で、お伺いしますが、この箱ないですよねって聞いたら、うん、すぐに捨てちゃうから残念だけどないなって言って、いや、残念だねなんて言ってさ、まあ、確かに2つぐらい並んでるとちょうどいい感じかなって思ったんだけど、まあでも実際並べてみたらっていうのかな、その今まで使ってたっていうかね、一応持ってってるカゴがあるんだけどさ、それの角っちょを、そのパンを留めるさ、針金あるじゃんか。あれでさ、角っちょをさ、そのいちごとちおとめの箱の角っちょみたいにさ、とにかく角を落としてしまいっていうか、角を使えなくすりゃいいんだろうと思ったんでさ、針金を通して角っちょのところにね、そこにぬいぐるみが入れないようにしてやったら、いい感じになったんだよね。だから、このカゴも使えるっていうことになって。だから、カゴを並べて、その土地乙女の箱も並べて、そしたらね、ちょうどだいたいいいかなっていう感じになったんでね。まあ、じゃあ、OK かな。じゃあ、OK かな、みたいな。だから、ダメ元でその土地乙女の箱、ないかなと思ってさ、目の前のスーパーに、いちご売り場っていうのかな。いちごの箱ないかなと思って見に行ったんだけど、全然可愛らしい箱じゃなかったわけよ。で、これはちょっと可愛くないから無理だなっていうので。で、今度、八百屋に行ったわけよね。で、八百屋に行ったらどうだろうかと思ったら、なんかね、八百屋はね、普通に四角い箱かなだったんだよね。で、可愛くもないけど。っていう感じだったんで、だから、ダメだなっていう感じだったので、なんか結局うちにあったそのとちおとめのね、いちごの箱が、まあベストだったっていうことでな、まあそれのためにこの箱今回ね、捨てずに忘れられて取ってあったんだなっていうね、感じで、そんな、だから今日もね、スーパーに行ってみたり、八百屋に行ってみたりとか、いちごの箱探しにちょっとね、翻弄されてたこともあったんだけど、まあそんな感じでございましたっていう
ね、本日の活動報告でございました。カリダンさん、フニータ楽しみですね。ね、なんかもう、緊張してきて。緊張してきたよ。ね、つつがなくやることはできるんだろうか、私は、みたいな感じな。てんたまさん、いい感じに収まったそう。ふにゃったのさ、そのとちおとめの箱は、まあいい感じ。ただまあ、おかげでね、昨日言ってたそのさ、カゴ類な、買わなくてよかったよと。土地狂ってな、もう、やけくそになって、いいや高いけど、っていう感じでね、買っちゃなくてよかったよと思ってね、諦めといてよかったよ。おかげでね、そのカゴを買った時よりもおそらくね、いい感じにはなったかなって感じな。ぐーちゃんかわいいな。そうで、今日さ、寒かったからさ、もうヒーターつけてたら、もう女子図がぴったりくっついて、ぴったりくっついちゃってね、口塞いじゃって、まあ可愛かったよね。いや、今日も寒かったよなと思って。で、気温を見ると9度なんだけど、なんかね、iPhone で明日の天気かなんか知りたかったのかな。それで天気をさ、見たら、なんか体感は7度ですとかってなんか書かれてて、その天気のアプリっていうのかながちょっとね、ずいぶん詳細になってて、なんか変わってたんで、いつの間にかね。で、今日は体感は7度ですとかって書かれて、もう7度かと思って、そりゃ寒いよねっていうね、状態だったんで、もう諦めてね、ヒーターつけましたっていう感じだったな。てたまさん、合計1万円のカゴ、そうそうそう。合計1万円のカゴな。売り上げそんだけ上げられるのかいみたいな感じのな。カゴね、買っちゃわなくてよかったよと思って。いや、絶対これ、いい具合に収まるはずだよなと思って。これはどうだろう、買っちゃうのどうなんだろうって。ね、すごい悩みどころだったんだよね。今後もこうやってさ、そういう出店して、稼いで、まあそれで生活していくっていうことであれば、ね、それに先行投資というか、設備投資でね、投資するのはありなんだろうけどさ、ただ気に入ってるかっていうと、まあそうでもないっていうのかな。まあそこそこいいかぐらいな感じのさ、納得してるものではなかったわけじゃん。今日のとちおとめの箱みたいにさ。今日のとちおとめの箱はさ、いや、これはぴったりだわって、これは使えるわっていうね、感じの、その、ピンとくる感じっていうのそういう感じではないからさ、それにな、1万かけるのはなんか違う気がするって思ったわけよ。ね、なんか、これいいなっていうものだったら、それは買いなんだけど、いや、なんか違う気がするんだよなと思ったからさ。いや、買わなくてよかったよ。買わなくてよかったよ、みたいなね、感じでございました。で、今日は農協も、だからそんなこんなしてて、外に出なきゃなんなかったんで、ついでに寄ったのかな、今日もな。今日も寄ったけどね、今日も相変わらずだな。菊芋あったのかな、今日。菊芋すらなかったかな。なんか葉っぱ、なんかの葉っぱがちょろっと入ってて、それが一袋だけあって100円ってなってたけど、100円でもこれじゃあねっていう感じだったのでね。まあ農協では何も買わずだったんだけど、まあそのいちごの箱探しで今日はさ、八百屋に行ったからね。八百屋でさ、最初はまあいちごの箱をね、見るためにさ、全然買うつもりじゃなくて行ったんだけど、そこいろいろね、インスタント麺だとかさ、そういうものも置いてあって、そこにさ、羊羹が置いてあったんだよね。桜羊羹桜羊羹なんかピンク色の羊羹があったけどね。で、私桜餅とか好きだからさ、そういうのも好きなんだよね。どうしたゆりたん、そこはトイレじゃないぞ。びっくりした。
そこでおしっこしちゃうのかと思って今びっくりしたよ。桜ヨガがあって、どうしよう、これ買っちゃおうかな。これ買っちゃおうかな、どうしようかなと思ったんだけど、散々悩んだ挙句、結局桜羊羹は買わなかったんだけど、キャベツがね、80円ぐらいで売ってたのかな。いや、キャベツ80円だったら買いだなって、2分の1個ね、キャベツ2分の1個が80円ぐらいで売ってたわけよね。で、まあ、スーパー行ってもさ、今158円とかするからさ、ね、だから、80円だったらいいなと思ってね、それを買ってきたんだよね。で、あとは前に農協で買ってきた人参があったんで、昼間はね、その人参を炒めたやつをご飯にかけて、で、食べたんだよね。で、夜はその買ってきたキャベツをスープにして、飲みましたって感じ。で、今日もね、食パンを作ってしまい、もう寒いからいいや、食パン作っちゃえと思って、またさ、砂糖買ってきてね、砂糖なかったんでさ、砂糖なかったんで、もうパン作れないなと思ってたんだけど、スーパー行ったんでさ、そうだ、砂糖買わなきゃいけなかったと思って、砂糖買ってきて。でね、パン作ったんでね、で今日はパンも食べまくってって感じでございます。大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。てんたまさん、大吉さん、こんばんはね。ちょうど話のネタがないから、タロットカードタイム行こうかなって思ってたところなのでね、ゲストタイムでしたね。はい。てなわけで本日も、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしく、出た。はい、大吉さんから LINE でリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。お金がいっぱいだけど、なんかちょっと納得がいかないのカードの逆位置だったね。どういう意味なんだろうな、これな。ね、今日は間違えずに拾えるかな。今日は間違えずに拾えるでしょうか。7かな。1、2、3、4、5、6、7っぽいな。ペンタクルの7。で、今日はね、ベランダ菜園のね、パッションフルーツがさ、なんかいつの間にか熟してね、もうなかなか熟さないなぁなんて思ってさ、そのままずっとその実がついてるところだけさ、そのままにしてね、グリーンカーテン、撤去せずにあったんだけど、とうとうその実が熟したみたいで落ちたんで、今日はね、グリーンカーテンを完全に撤去いたしましたよっていう感じ。ペンタクルの7だな。テンタマさん、早っ。カニタンさん、素早いね。早かったね。テンタマさん、何か植物に大きな花粉がついている。確かにな、ついてるようなカードですね。本当だな。で、ペンタクルな。ペンタクル、7だ。なんだこれ、画面が勝手に、Google が夜になると勝手に暗くなるみたいだな。やめてほしいな。これは目が痛くなるから、私はこの黒いバッグは選ばないのに、
ぐるぐるがぐるぐるになっちゃった。Google が勝手に暗いバックにし始めたぞ。ペンタクル7の意味と解釈。はい、お願いします。農夫が気を落としたような姿勢で自分が育てた作物を眺めています。彼はそれがいつ収穫できるのかと首を長くして待ちわびているようです。多くの実りがありますが、まだしばらく時間がかかりそうな雰囲気です。今日は逆位置だね。なんだ。よいしょ、こんな感じだな。はい。逆位置。過保護、諦め、放棄する。作物が育つのを待ちわびている農夫の姿から、このカードには、ゆっくりと成長するとか、見守るという意味があります。そのため、ペンタクルの7は、逆位置では過保護や待ちきれずに投げ出すと解釈します。今の私のフニータの新教会、逆位置、過保護、諦め、放棄する、挫折する、むやみに扱う。ペンタクル7が逆位置で開かれると、大切に作物を育てていた気持ちが失われ、手入れを怠ったり投げ出してしまうことを意味します。努力に見合う収穫が得られないと感じたり、はい。待ちきれず途中で育てるのを放棄してしまうなど、そんな投げやりな気持ちに駆られるかもしれません。はい。そうなることで従来なら得られていたであろう収穫も、枯れ落ちて実りを得ることができず、試みは失敗に終わると解釈します。その点では、三日坊主や物事を継続できないという一面が、このカードの逆位置で現れると言えるでしょう。逆位置では地に足がつかず、なかなか良い結果を得られない。そんな姿勢が読み取れるのです。はい、バレバレでしたか。仕事逆位置、恋愛逆位置、まとめ。ペンタクル7が与えてくれる成果は、あなたのこれまでの努力やチャレンジによって大きく変わってくるものです。特にこのカードが開かれたときは、まだその成果がほとんど見えてないような、そんな時期であることを意味しますから、慌てずにじっくりと物事を進めていきましょう。カードが正位置で出るときには、あとは待っていれば成果は得られるところまで来ていますので、最後の詰めだと思ってやりきること。また逆位置では、逆位置のように、急いで早めに収穫を得ようとすると、これまでの努力を台無しにしてしまう可能性もあります。その点は十分注意してください。はい、そうですね。というわけで本日は、タロットカードの意味調べるの回は、正位置だったら成長をね、見守るみたいな感じだったのかもしれないんだけども、逆位置なので、投げやりになって諦めるみたいな、そんな意味のあるカードだったらしいのでね。はい、どうでしょうか、皆さんは。そんな心境でしょうか。はい、楽しんでいただけてたら幸いでございます。どうしたゆりたんここで寝るのかないつもライブの時になると、ゆりたんが膝の上に乗ってな、いつの間にか丸くなって寝てんだよな。だからライブ終わってもさ、ここでゆりたんがさ、気持ちよさそうに寝てからさ、動けなくて。動けなくて、しばらくそのままなのよねって感じね。そのままライブやっとけばよかったっていう感じか。話のネタがないからな。花粉がついてるようなカードな。で、あとは、何だったっけな。何の話だったっけな。
てんたまさん、それは動けますまい。そうなんだよ。もう気持ちよさそうにね、丸くなってアンモニアイトになってさ、まあ、しっかり寝ちゃってるもんでね、動けなくて。ただもうさすがに私も足が限界になって、ごめんよっつって最終的にはね、解散するんだけどさ、もうしばらくずっとそのままなんだよね。であとは、何だったっけな。今日はなんか、なんかの YouTube を聞いてたけど、なんか漫画家なのかな。なんかね、顔は知ってるような、知ってないような、まあそんな感じのおじさんの動画が最近上がってくるようになって、なんか岡田敏夫的な感じの人なんだよね。で、それをまあね、聞き流ししながらちょこっと作業してたかな。フニータの作業してたかなって感じなんだけど、まあ、そんな人が最近、出てきた。みたいな感じ。カニタンさん、アンモニアイトかわいい。そうなのよ。かわいいからさ、ちょっとまあ普通にしててもかわいいけどね。今もさ、映ってないけど、映ってないけどね。ニョコが座っててかわいいんだけどさ、ね、アンモニアイトになって寝ちゃってるとさ、ね、動けないでしょ。ケンタもさ、アンモニアイトそうなんだよね。であとは、なんだっけ、農協行って、いちごの箱で、フニータでがっかりして、あと何の話だ。カニタンさん、食べ物のブースもあるかな。どうだろうね。なんか、なさそうっていうか、まあ自分のところしか見てないからかもしれないな。案内できてるところしか見てないからかもしれないけど、どうだろうね。ただまあ場所的に、まあ浜松町あの辺りだから、飲食店のね、そういうのはありそうな感じだけどな。食べ物のブースがあるかどうかは、ちょっとわかんないね。まあ、デザフェスのあれがあるから、もしね、今までは食べ物のブースがあっても、今回はなしとかなってたのかもしれないよね、もしかしたらね。だから、あれは、なんだっけ、その募集が12月とかだったじゃん。だからデザフェスが終わった後の募集なんで、だから、もしかしたら今まであったかもしれないけど、今回はもしかしたらなしとかなってる可能性もあるよね。今までがどうだったかわかんないからね。てんたまさん、岡田敏夫派か、ひろゆき派か。岡田敏夫とひろゆきって違うのか。まあ、そっか。岡田敏夫の方がちょっと優しめっていうのかな。理解がある感じっていうのかな。ひろゆきは、なんだろうな、論破芸人っていうのかな。キャラがね、違うもんね。そうだよね。そっか。なんかね、対立してるっていう感覚ではいなかったけど、そっか。派閥は確かに違うかもしれないな。カニタンさん、あり得る。食べ物のブースな、一件があったからな。テンタムさん、ひろゆきは芸人、そうそうそう、論破芸人だろ。ひろゆきはな。そうで、その岡田斗司夫的な、なんていう名前だったんだろうな。出てくるかな。それって探そうとすると出てこない気がするんだけどな。なんか最近出てくるようになったんだよね、その人がね。なんて人だったっけ。まあ、有名な人なんだろうけど、私が今まで知らなかっただけど、山田礼二っていう人が、どうもこの人、漫画家かなんからしいよな。で、テッドでなんかスピーチとかもしたことがあるような感じの人みたいでさ。で、その人も言ってたんで、まあ、ひろゆきも、好きですよっていうか、なんだ、あれはすごい才能だから、
敵に回そうとは思わないみたいな、なんかそういうコメントをしてたかな。いや、あれは自分の見せ方、めちゃくちゃちゃんと分かってやってるから、あれはうまいですよっていう、あれは天才的なね、ものがありますよみたいなことをね、言ってたよね。で、やっぱりそうだよねっていうふうに思ったんだけど、まあ、そんな感じの人の話を聞いてて、で、昨日かなんか聞いたのかな。で、この人漫画家だったのかって思ったのが、オリジナルのストーリーの作り方みたいな、なんか自分のコンテンツの作り方とか、なんかそんなのだったんで、どういう風にするのかなと思ってそれを聞いたんだけど、まあ自分の体験をね、書けと。だからなんか漫画家の人なんだけど、その自分の体験とは全然関係ないことを書いてて、売れなかった人が、まあ、編集の人かなんかに、あんたはドクターなんだからドクターの漫画を描けって言われたのかな。でね、最初はだから自分がやってたことはやりたくない、ことなのでやってなかったんだけど、それで言われて、で、そのドクターの漫画を描いたら、まあね、一気に有名っていうか人気者になったよみたいな。だからそうなんだっていうのでね、自分にしか描けないものを描かないとダメなんだっていうのでね、だからそこを遠回しにしてたら、いくらやっても全然ダメだよっていうので、で、だからニートの人ならニートの漫画を描けと。で、ニートで、コンビニでバイトをしたことがあって、で、なんかね、こういう女の子を好きになっちゃってっていう、そういう自分の体験を、だから自分の中では自分の体験は全然特別なことじゃないから、なんかね、書こうっていう気にはならないんだけれども、視聴者というかね、見てる人はそこが欲しいわけだから、なんだったっけな、あとはなんかいろいろと例え出してたんだけどさ、なんとかの人は、まあ、とにかく自分が体験したことを書きなさいと。ね、だからそうなんだよね。そうなんだよね、なんて思いながらさ、ねいたわけでございますよ。カニダンさん、木曜日に動画上げた方が良いみたいだったので、へえ、そうなんだ。今日は上げましたよ。へえ、そうなんだね。てんたまさん、リアリズムですな。ね、そうだから今後、だから YouTube もね、その自分でしか発信できない内容っていうのそれが、だから自分が体験したことを、上げていかないと今後は YouTube ね、伸びることができないよっていうので、なんか私は逆にそれしかできない、自分が体験したことを上げることしかできなくて、そのリサーチ力っていうのがないんでさ、どういう動画を上げたら、ヒットするよっていう感覚が、まあ、まずね、ないので、そこで勝負できなかったんでね。だからまあ、それだけだったら、それだけだったらまあ、持ち合わせてるな、みたいなさ。なんかいっぱい YouTube あるけど、他の情報を調べてまとめたやつ。だからそういうのってね、まあ、情報を求めてる人には便利だから、まあ、なんだ、再生数上がったりとかはするんだけど、もう YouTube どんどん変わってってるし、あと視聴者のね、趣味思考っていうのもどんどん変わっていってるからね。で、今は、前はね、その長尺は求められないみたいにさ、言われるんだけど、今後はね、長尺動画が求められるよっていうので、そういうね、情報をまとめたやつだけじゃなくて、ちゃんと自分が経験した内容も
入れないと、伸びていかないよみたいにね、なんか言われてるな、最近な。ハニタンさん、アナリティクスのグラフ見てたら、木曜日に山があることが多いみたいだと。そうなんだね。カニタンさん、藤子さんに、痛く同感。私何言ったっけ私何言ったっけカニタンさん。カニタンさん、今回は神楽坂動画ですかね、神楽坂動画が多い感じ違ったっけなんか神楽坂動画が多いかなって思ったけど、違ったっけか神楽坂が人気なのかな神楽坂の動画上がると、あれなのかな視聴回数があるのかな私、あれだよ。あれだよって。なんだっけ、アルパカか。アルパカ神楽坂だったけどね、なんか全然ダメだったけどな。人によってやっぱり得意不得意ってそういうとこでもあるのかもしれないな。ね、場所じゃないのかもしれないね。その人に合った場所っていうことなのかな。そうそう。だからそのさ、固有振動数っていうのがあって、だからまあ10人十色。だから、マチャはマチャね、だけだしさ、ゆりたんはゆりたんだけだし、ぐーちゃんはぐーちゃんだけだし、私は私だけだしね、みたいな感じでさ、それぞれにね、固有振動数があるから、この形が出来上がってるわけじゃんか。で、その固有振動数でね、そのものとかもそうなわけよね。全部すべてのもの、固有振動数っていうのがあって、それが出来上がってんだけど、なんかある、高層ビル、タワマンかなで、すごい揺れたことがあって、で、それがなんで揺れたかっていうと、そのビルが持ってる固有振動数に、ぴったり合った、エアロビの曲をかけて、なんかエアロビをその建物でやってたらしいんだよね。で、それのせいで、めっちゃ揺れたっていうね、ことがあったらしいよ。はい。あとは、今思い出したけど、猫ね、YouTube のショーツで見たんだけどさ、面白いなって思ったのが、猫が、肉食なのに、飼い主を食べないのはなぜですかっていう質問が来てたっていうショートでさ、確かにね、確かにねって思ったけどね。そしたら、飼い主は便利な生き物なんで、自分にとってね。だから我慢してるっていう回答だったわけ。我慢してたんだと思ってさ。で、実際、その飼い主がね、死んじゃった時に、飼い猫が飼い主食べたっていう、症例っていうのが、なんかあるらしいんだよね。だから、そうなのかと思って。でもまあ、飼い猫に食べられるんだったら本望かなっていうからさ、確かにそうだなと思って、別に飼い猫に食べられるんだったら、それは本望だってね、思ったんだけどさ、しかも死んだ後だからね、自分分かってないからさ、別にいいんじゃん。飼い猫に食べられるんじゃいいんじゃんと思ったんだけどさ、そっか、こいつらは私を食べないのは我慢しているのかと思ったよってね、話でございました。神楽坂。てんたまさん、アルパカ動画良かったですよね。カニタンさん、そうそうね、アルパカ動画ね、良かったかなと思ったんだけど。良かったかなと思ったんだけどね。だからそのアルパカのさ、お店の人もね、楽しみにしてくれてたからさ、動画上がるの。だから再生上がってくれると、再生数回ってくれるといいなと思ってたんだけど、まあそこまででじゃなかったのが申し訳ねえと。私の力量が足りなくて申し訳ねえみたいなね、気持ちでございました。カニタンさん我慢、そうそうそう。
我慢してたのかっていうのがね、ちょっと面白い回答だったなっていうね、動画がありましたよ。ちゅうわけで、本日も竹苗ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。全然カリカリ減ってない。どうしよう。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。